どうも皆さんこんにちは。おもちゃ業界歴30年、トレーディングカードゲーム怪人のカートンナイトと申します。本日はですね、こちら。ついに出ました。ホロライブオフィシャルカードゲーム第1弾 HPP01 ブースターパックブルーミングレディアンスの1カートン開封して封印率を検証する動画ではありません。なぜかというとですね、こちらご用意したのは4カートン入りの480パック入りマスターカートンでご用意いたしました。このマスターカートンというのはいわゆる通称でして10ボックス入りの1カートンをさらに大きな段ボールに詰めるために用意されている通常ではなかなか流通しない梱包資材になります。このマスターカートン内の封入率っていうのが決まってるんじゃないかとたまにね話題になるんですよ。なので今回ホロライブカードゲームの第1弾ですし1カートンではなく4カートン入りのマスターカートンを開封して各カードの正確な封入率っていうのを検証していきたいと思います。ちょっといつもよりも気合を入れて開封頑張っていきますので、この動画が良かったな、面白かったなって方はぜひともチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それでは早速開けていきましょう。はい、ブースターボックス取り出しました。表紙はスイちゃんで縦長のボックスが2段になって10箱入って1カートンなんですね。1箱目の12パックはゆっくり開封していくつもりなんですけれども、今回ね、開封する量が多いので、2箱目以降はね、かなりダイジェスト気味の開封になると思います。あらかじめご了承ください。それではね、1ボックス目、開封いきます。これちょっとね、面白いのがね、ブースターボックスのこの部分がちょっと飛び出すように作ってあって、この部分が干渉材になるようになってるんですよね。なんで、この中のパックっていうのが、この箱の中、ボックスの中で動いて、カードが傷つかないように、ちょっとね、ここに空間残してあって、ショックをね、吸収するように作ってあるんですよ。これすごい面白いですよね。開けた後のボックスはこういう風にポップアップしてね、ショップさんが展示しやすいように、ポップアップがついております。で、中身は12パック、入っておりますね。ではでは、マスターカートンボックス開封とお待たせいたしました。で、パックの方をね、早速開封していきたいと思います。1パック目、記念すべき第1パック目、いきます。よいしょ。はい、普通のパソコン、サポートアイテム。ちなみに私、ホロライブカードゲームルールご存知ありません。初心者なんでね、そこのところご勘弁ください。よいしょ。いきなり最初、デビューカードのソラちゃんですね。で、エクストラデッキ何枚でも入れる、いわゆる種ポケモンですね。1エネルギーでみんなコンソメ30と。続いて、ハコスベールズですね。ホロライブ EN のライバーですね。これもエクストラなのか。この色は何なんだろう。これ単純に色かな。で、続いて、高峰ルイ。このホロメンカードはエクストラじゃないから何枚でも入れれるわけじゃないけれど特殊能力持ってるんですね。で、イベントカード。これは月とウサギの物語。ペコラとムーナ星ノバの、コラボカード、サポートカードですね。で、ベスティアゼータ。ホロライブインドネシアのライバーさんかな。ここファーストになってるので、多分、1進化ってことかな。はい、続いて、出ましたペコラのキラカード、セカンド、2進化っていうことかな。重ねて使うホロメンカードですね。技の攻撃力もだいぶ高くなってます。で、レア度はここ、WR ですね。WR の段階で、このキラ加工とカードに凹凸が入っていて、いわゆるエンボス加工が入ってるんですよね。WR でも結構カードが豪華な仕様になってますね。一番最初に WR 引いちゃったけど、この下のレアカードもあると思うし、これ以上のトリプル R とかね、SP とかあると思いますので、そちらの封入率しっかりチェックしていきましょう。で、ペコラの次が、これはエールカード、エネルギーカードですね。これは青エールって言って、青色の、いわゆる水エネルギーみたいなもんですかね。早速 WR 引きましたね。それではね、続きまして2パック目開封やっていきます。アイラニーヨ15、ザイン。はい、サポートファンカードザインですね。いわゆるリスナーの通称ですね。そして、オーロクロニー。すごいパソコン。これはすごい。はい、ソラちゃんのライブ衣装、ファーストソラちゃんですね。で、ペコラのファースト。これからセカンドに繋がるんですね。で、おそらく次がレアですね。レアカードははい、知らぬいフレア。スポットカードの知らぬいフレア引きました。こちらのレアリティは R ですね。そして最後は白エールです。エールも何色かあって、これ見た感じ全部で4色あるので、エールカードを集めるの実は大変な説ありますね。それでは続いて3パック目開封。ポルカから。アンコール。アキロゼさん。キアラちゃん。イロハ。して、はい。ペコラのファースト、レアを引きました。何個かあるんですね、ペコラのファースト。さっきも見ましたからね。多分、第1弾のブースター見る感じだと、ペコラと水星をかなり押してるっぽいので、多分ね、単体デッキがかなり作れるんじゃないかな。で、ペコラの次が、おっとまだありました。カナタの WR 引きました。カナタの WR。レアと一緒に WR も出るんですね。アマネカナタの打天使コスチュームですね。特殊能力も落ちた天使となっております。もう翼が黒くね、包帯を巻いておりますね。びっくりした。レアと WR がね、同時に出るとは思ってなかったので油断しました。そしてラストは赤エールですね。さっきも言いましたけど、エールカードこういう風にパックに1枚しか入ってないんだと、ちょっと大変かもしれませんね。それから4パック目開封。はい、高根類から、アンキモ、ソラちゃんのマスコットアンキモですね。そして、ホロリスの輪、これは箱推しの皆さんですね。そして、あとは任せたバトンタッチからの、ドンキでぶったたくわよ。ホロライブ EN のナナシムメイさん。
で、おっと、レアも7種無名引きました。セカンドですね。セカンドなんで、2枚重ねた後ですね。レアになってます。そしてね、このレアね、3枚目なんですよね。ほら。だから多分この次って、レア以上のカードが出ると思うんですよ。じゃあ、レア以上のカード、ちょっとアップにしていきましょう。レア以上ははい。オマルポルカのバズレア引きました。バズって書いてありますね。これはまあ、バズレアじゃなくてダブルハルなんですけれども、バズっていう風に、こういう風にキープアウトみたいに入っております。このバズが入ってると、ここのエクストラルールっていうところに、ライフマイナス2っていうことで、これはね、いわゆるポケモンカードとかでいう、EX とかですね、ちょっと強いけれど、ライフがマイナス1のところマイナス2されちゃうっていうところで、ちょっとね、強力なんだけど、その分デメリットもあるよ、みたいなカードですね。これで WR3 枚目で、エールですね。白エール。はい、続いて5パック目開封いきます。ハリオペから、オーロクロニー、7種無名。で、ムーナ星の場、そして、高根類からのレア。はい。白金ノエル団長です。スポットメンバーですね。そして後ろから2枚目なので、次はエールですね。それでは6パック目開封。イロハから、カナタ。で、フレンド。これはムメイちゃんのリスナーの名前かな。そして、コボカナエル。ホロライブインドネシアですね。そして、ハコスベールズ。で、おっと、これは高根類のセカンドですね。第1弾だと多分ホロックスデッキまだ作れないんですけれど、ここね、ちゃんと特徴ホロックス入ってるんで、第2弾以降にね、おそらくメンバーがどんどん増えてきたら、ホロックスデッキ作れるんじゃないかなと思います。それでは続いて、またこちらね、3枚目なんですよ。なんで、この下多分 WR 以上だと思います。結構な確率で、レアが2枚入ってることがあるんですね。おそらくこの時にちょっと多分いいカードが出るので、じゃあ、行きましょう。緊張して。これは、フレームがない。フレームがないですよ、これ。これは多分、上位レア引きましたね。いきます。よいしょー。はい。ウサダペコラの推しホロメンカード引きました。レアリティは OSR となってて、これは推し SR ですかね。フレームレスになってるほか、推しホロメンカードって今のところ1回も引いてないので、もしかしたらこういう高レアリティにしか存在しない可能性がありますね。もしこういう SR しか存在しないんだったら、ペコラのデッキを組むためには、まずこの推しホロメンカードを手に入れるところから始まるんですね。結構渋いですね。はい。じゃあ続いて7パック目。はい。7パック目、開封は、アイリスから。ザイン。で、ペコラ。で、開拓者。七足無名。で、ワクワクいたずらタイム。で、レアかなレア、おっと。ちょっとなんかここ、キープアウトみたいな入ってます。多分、上位レアですね。いきます。はい。風間イロハの WR 引きました。これさ、バズって書いてあって、ファーストなんですけど、HP250 もあるんですよね。バズっていうところがどれぐらい戦略的に効くのかっていうところ、ちょっとまだわかんないんですけれども、かなり重要になってくるのかな。で、ラストはミドレールと。じゃあ、8パック目開封。ポルカから、コボカナエル、アイラニーヨ15、アーキロゼちゃんからの、カナタン。で、レアかなレアがはい、アキロゼのセカンドレアですね。このパックアキロゼパックだったな。9パック目開封。はい。カナタから、ロゼタイ。で、ワトソンアメリア。初めて引いたな。そして、ポルカ。オマルポルカ。して、やった出た星松水星のデビューカード引きました。いきなりコラボエピック持ってるんですね。推しホロメンが水星の時って書いてあるんで、まあ水星の推しホロメンカードもあるんですが、多分レア度高いんでしょうね。はい。じゃあ続きまして、タコスベールズの、セカンドですね。例によって後ろから3枚目なので、2枚目は多分、レアカード。レアカードは、バズはい。ベスティアゼータ。このインドネシアのベスティアゼータですね。続いて10パック目開封。高梨キアラから、ベスティアゼータ。星松水星。ガンモ。で、ホロライブインドネシア3期生。3期生メンバーが今回めちゃくちゃ入ってますもんね。そして、レアかな違うな。オーロクロニーのファースト。そして、レアが、よいしょアイリス、セカンドですね。だいたい収録してるホロメン全員のセカンドやファーストのバズが入ってるんですね。どのキャラクターでも重ねてね、ゲームができるようにデザインされてるっぽいですね。ラストはエールですね。はい、残り2パック、11パック目開封です。はい、ノウサギ同盟。ここに来てもまだ新しいカード引くんだな。ノウサギ同盟、高根類、ナナシムメイ、でゲーミングパソコン。これはゲーミングパソコンっていうか、どっちかっていうとディスプレイがやばいけどな。はい。で、水星。で、コボカナエル。例によって3枚目です。なので、この下は何かしらレアです。それではいきます。おっと、これまたフレームレスかなフレームレスカードが、こちら。はい。オマルポルカのファースト、バズレア。これは、レアリティは、おそらくウルトラレアですね。さっき引いた、こちらの WR の、ね、ポルカの上位版ですね。フレームレスになって、ホロメンがすごい前面に出てます。この感じだと WR 全員に上位レアがありそうなんで、おそらく箱1ぐらいなのかなちょっとわかんないんで、封入率これからしっかり調べていきたいと思います。それではラストですね。ラスト1パック。12パック目。開封いきます。あずきから。はい。高根類、ナナシムメイ、アイラニーヨ15。で、水星のマイク。
で、レアオーロクロニー、セカンドですね。そしてこれまた3枚目なんですよ。なので、この次は、これは WR っぽいな。バズ。WR は、はい。ムーナ星の場、WR、引きました。そして、ワンボックス目のラスト1枚は、赤エールね。はい、というわけで、こちら1箱目の開封結果となっております。UR のポルカと、押しホロメンカードのウサダペコラ、そして WR が6枚、12パック中6枚なんで、もう半分はね、WR 出現するって感じですかね。で、レアカードが8枚と。まあ、といっても、WR6 枚に対して、レアが8枚なので、WR の方だけ特別集めづらいっていうことはないとは思うんですけれども、逆にレアの方が種類多すぎて、デッキ作るのにね、集まんないってことがあるかもしれないですね。パックの裏を見るとですね、OSR、押しホロメンカードが8種類、WR10 種類、レアが16種、という風になってて、WR とレアの出現率考えると、大体同じぐらい出る感じですね。ただ、押しホロメンカードがデッキに1枚とはいえ、8種類もあるとね、集めるの結構大変かもしれませんね。で、こちら、パラレルってところに UR って書いてあって10種類。このね、ポルカはね、UR なんですよ。で、10種類のうち1枚。なんですけど、OUR って書いてあって、これ、推しウルトラレアだよね。これさ、多分、めっちゃ出ないんじゃね？これ結構やばい気がするな。そして、最後のシークレットね。このシークレットはさ、こう、白押しサイン入りみたいな感じだと思うので、このシークレットと推し UR っていうのを引けるようにね、ここからね、頑張って向いていきたいと思います。というわけで、1ボックス目の開封結果以上だったんですが、こう、1ボックス目はね、ゆっくり開封していったんですけども、2ボックス目からはね、ダイジェスト気味に開封結果だけお送りしていきたいと思います。ここからね、4カートン開封しないといけないんでね。それでは、2ボックス目の開封結果へどうぞ。はい、こちら2箱目の開封結果です。レアカードがね、なんか10枚出たんですよね。1箱目8枚だったんで、これもしかしてレアの枚数差があるのかもしれませんね。WR は6枚でした。同じですね。多分6枚固定なんじゃないかな。で、1箱目に出てない水星とね、ソラちゃん引きました。そしてパラレルカードはこちら。はい、まずは押しホロメンカードですね。高梨キアラ。押しホロメンカードもおそらく箱1なんでしょうね。ノーマルカードの押しホロメンカードは現在見れてません。続いて UR カードはこちら。はい、あずきの UR カードを引きました。というわけで2箱目の開封結果は以上です。まあ、レアカードの枚数っていうのがね、まだ2箱目だとわからないので、これからね、もっと開封して正確な数字測っていきたいと思います。それでは3箱目の開封へどうぞ。はい、3箱目の開封結果こちらです。まず、押しホロメンカードはこちら。はい、アキロゼさんですね。続いて、UR カードはこちら。じゃん。ソラちゃんの UR カードを引きました。私たちは前に向かって止まらねえぞーということで、3箱目もね、2箱目と続いてレアカード10枚でした。これさ、ガチのライブでやってるんで、もしかしたら1箱目のレアカード数え間違いの可能性が出てきました。続いて4箱目の開封結果へどうぞ。はい、こちら4箱目の開封結果でございます。まずは、押しホロメンカードがこちら。はい。七種無名の押しホロメンカードを引きました。そして UR カードはこちら。じゃん。はい。ムーナ星の場のファーストバズ、レアカード引きました。それでは続きまして5箱目の開封結果いきましょう。はい、こちら5箱目の開封結果です。押しホロメンカードはこちら。ほい。星橋水星の押しホロメンカードを引きました。SR。ブースターボックスの表紙になってる、スイちゃんですね。続いて UR カードはこちらです。じゃん。ベスティアゼータの、UR カードを引きました。というわけで5箱目、折り返しなんですけれども、まだ押しホロメンカードと UR のセットの箱しか引けてないので、おそらくね、カートンに1枚ぐらいまた変化があると思うので、そちら狙っていきましょう。それでは6箱目開封いきます。はい、こちら6箱目の開封結果です。まずは押しホロメンカード。はい、ウサダペコラの押しホロメンカード2枚目引きました。まあ8種類で箱に1枚出るみたいなんで、カートンでもね、被っちゃうんですね。まあただ、押しホロメンカードがないとゲームできませんからね。この週はちょっと救いかもしれませんね。続きまして UR カードはこちら。じゃん。はい。星松水星のセカンド、UR カードを引きました。空をかける光。というわけで、スイちゃんの UR ですね。先ほど、星ホロメンカードは8種類で、1カートン10ボックスだから、星ホロメンカードは被るって言ったんですけど、この UR カードに関しては10種類あるので、1カートンで10枚きっちり出るのかな？どうなのかなっていうところですね。それでは続いて検証やっていきましょう。7箱目の開封結果どうぞ。はい、こちら7箱目の開封結果です。星ホロメンカードはこちら。じゃん。高根類の押しホロメンカードを引きました。続きまして、UR カードはこちら。じゃん。カナタの打天使 WR の UR 引きました。というわけで7箱目なんですけど、やっぱり UR 被らないかもしれませんね。で、レアカードは相変わらず10枚出ているので、これはね、まあとりあえず1カート目全部開けましょうか。では8箱目開封いきます。はい、こちら8箱目の開封結果となっております。押しホロメンカードはこちら。じゃん。はい。カナタンの押しホロメンカードを引きました。テキストがかなり凶暴なこと書いてありますね。レジギガスかな。続いて UR カードこちらです。じゃん。はい。風間いろはの UR カードを引きました。
はい、というわけで8箱目の開封結果以上なんですけれども、1カートン10ボックスなので、残り2ボックスなんですよね。なんですけど、まだこのね、押しほろめんカードと UR っていう組み合わせが崩れてないので、これはね、ちょっと大丈夫かな？もしかしたら1カートンに1枚なんか出ないのかもしれない。ちょっと不安になってきました。ではね、続いて9箱目の開封いきましょう。はい、こちら9箱目の開封結果でございます。まあ、相変わらずレア10枚ということでね。まずは押しほろめんカードこちら。はい。コボカナエルの押しほろめんカード引きました。レインシャーマニズム雨乞い。そして UR カードはこちらです。じゃん。高梨キアラの UR カードを引きました。仮面舞踏会ですね。はい、というわけで9箱目なんですが、ついに引きました。推し UR カード。ナナシムメイの OUR 引きました。はい、こちら、押しほろめんカードの UR バージョンですね。いや、よかった。1カートンに1枚ね、ちゃんとね、入ってるんですね。UR バージョンの押しほろめんカード。通常の押しほろめんカードがこちら左のムメイですね。で、こちらが UR のムメイ。どこが違うのかっていうと、まずイラストが全然違うんですけど、このネームの部分ですね、ナナシムメイのこの部分。このネームの部分もフレームレスになってるんですね。ただまあちょっと、パッと見ね、初見だとどっちの方が UR っていうのが分かりづらいところはありますね。通常の押しほろめんカードがね、すでにフレームレスで、ちょっと豪華版なので、ちょっと初見だと SR と UR の違い分かりづらいかもしれませんね。あとね、加工にね、特に違いがないんですよね。このムメイちゃんのエンボス加工っていうのが、SR、UR で共通になってて、正当進化なんだなってわかるんですけれど、加工もこの2枚の差ってないんですよね。裏側とかもね、こう通常のホロライブオフィシャルカードゲームの通常の柄になってますので。というわけで、こちら9箱目の開封結果でした。おそらくカートン1枚の押しほろめんカード、UR カードを引きました。そして UR カードは現在被ってないので、10種類ですからね、1カートン10ボックス開ければ、1枚ずつ出るような感じになってるんじゃないかなと思います。で、押しほろめんカードは、このコボカナエルでラスト1枚、8種類揃ったと思うので、ラスト10ボックス目でね、何か被るのかなですが、まだサインカード、まあ、シークレットカードが多分サインなんですけれども、シークレットカード出現してませんから、もしかしたらね、このカートンからシークレット出るかもしれませんので、ラスト10箱目、開封やっていきたいと思います。それでは、10箱目の開封、どうぞ。はい、というわけでラスト10箱目の開封結果はこちらです。まず、押しほろめんカードはこちら。じゃん。というわけで、水星の押しほろめんカード2枚目出現いたしました。まあ、先ほど宣言した通り被りましたね。そして、UR カードはこちらです。じゃん。はい。というわけで、宇佐田ペコラの UR カードを引きました。これは最後まで開けてよかったですね。というわけで UR は10種類あって、1カートン開ければ1枚ずつ出現するっていうのが、まあおそらく確定しましたね。まあ全体開けて分かったことは、この UR カードっていうのが10種類、1カートンで10種類1枚ずつ全部揃うよっていうことと、押しほろめんカードが箱1枚確定で、カートン開けるとダブっちゃう。WR カードは全箱共通で6枚出現してたので、パック中2分の1は WR 出現するんですね。このレアカードなんですけど、10箱開けて9箱は10枚出てたので、まあおそらくですけれど、1ボックス10枚固定。で、一番最初の箱だけなんか少なかったので、それなんかもしかしたらエラーか、撮影ミスですね。はい、というわけで、10箱開封終わりましたので、まず1カートン目のね、開封結果をまとめていきたいと思います。では、それでは1カートン目の開封結果へどうぞ。はい、というわけで、カードの整理が終わりましたので、枚数をチェックしていきましょう。まずはレアカードですね。というわけでカードソートしたんですけれども、枚数がね、全然違いますね。マリン船長とか2枚しか出てないので、こうデッキがね、1カートンじゃ作れない感じがちょっと出てます。かなりブレが出るので、ランダムにね、レアカードは注入されてるのかなっていうのがよくわかりますね。それでは続きまして、こちら WR と UR の枚数ですね。UR は1ボックスに1枚、10種類1枚ずつなんですけども、まさかね、WR がね、全部6枚ずつぴったりだとは思いませんでしたね。レアと違って、WR の枚数は1カートンできっちりコントロールされてるっていうのがわかります。そしてラスト、押しほろめんカードですね。OSR と OUR、ムメイちゃん。1ボックスに1枚押しほろめんカード確定なので、1カートン開けると10枚で2種類ね、被る。そして、押しほろめんカードの UR が1枚出現するんじゃないかなとまだわからないので、冒頭に言いました通り、これからね、残りの2カートン目、3カートン目、4カートン目を開封して、実際どのように変化するのかチェックしていきたいと思います。それでは続きまして、2カートン目の開封結果へどうぞ。はい、というわけでこちら2カートン目の開封結果、レアですね。まあ、1箱目ほどじゃないにしろ、カード枚数かなりブレますね。そして続きまして、WR カード、UR カードの枚数こちらです。やはり WR、UR は完全固定っぽいですね。1カートン買えばね、きっちり揃います。そして、ラストは、はい、こちら、押しほろめんカードですね。カナタとカナエルが2枚出現しました。そして、大事なね、皆さん気になっているでしょう。1カートンに1枚のレアカードは、じゃん、じゃん、じゃん。なんと、出現しませんでしたマジかよ。いやーね、押しほろめんカードが、ほら、箱1じゃないですか。で、被るじゃないですか。で、柱やるんですよ、OUR って。だから、1カートンに1枚、OUR が出るんじゃないかなと思ってたんですけど、いや、まさかね、いや、出なかったんですよ。これね、ひっくり返してもね、
どこにもね、ないんですよね。残念ながら、推しホロメンカード、10枚しか出現しませんでした。2カート目はもしかしたらエラーカートンだったかもしれない。もしかしたら0枚から2枚ランダムとかかもしれないので、今回はね、なんとマスターカートンで開封するということで、バッチリ準備してきましたので、残り2カートンあります。なので、3カートン目の開封いきたいと思います。すげえ嫌な予感がする。それでは3カートン目の開封いきましょう。はい、3カートン目の開封完了いたしました。まずはレアですね。まあね、あんまりブレは出てませんね。続きまして、URWR の枚数はこちら。まあ、URWR に関してはもう完全固定と思っていいでしょう。それでは、続きまして、こちら、OSR、OUR カードの箱でございます。はい、こちら、推しホロメンカードです。カナダとルイが被りましたね。そして、推しウルトラレアと、シークレットカードは、またもや、出現しませんでしたー !0 枚マジかマジで言ってるかこれ。マジですかやば。ちょっと笑えてくるんですけど、こんなに渋いんですかホロライブカードゲーム。結構えぐいな、これ。さすがにね、もう1枚ぐらいね、マスターカードに出てほしいんですけれど、マジかよ、震えてきたぜ。ホロライブカードゲームこんなに渋いのちょっとね、怖くなってきたんですけれども、ラスト、4箱目。マスターカードのラストカードね、開けていきたいと思います。それでは、4カートン目の開封結果へどうぞ。はい。というわけで、ラスト4カートン目のレアの枚数こちらです。まあちょっと1箱目がね、枚数ちょっと変だったんですけれども、残りの3カートン目はブレてないような感じですね。では続きまして、WRUR の枚数はこちらです。これに関してはマスターカートン4カートン分ね、開けて完全固定だったので、完全固定だと思っていいでしょう。それでは、ラストの推しホロメンカードはこちらです。はい。というわけで、ラストの推しホロメンカードはこちらです。アキロジさんとキアさんがね、被りました。きっちり10枚出ました。そして、空欄となっておりますが、推し UR カード、シークレットカードは、出ませんでしたーマジかいやー、そこはエラーでやってほしかったーこのカードゲームコンプリート、ほぼ無理はい、というわけで、4カートン開封した結果、推しホロメンカード、カナタが6枚、ムメイ5枚、ルイさんが5枚、キアラーさん5枚、アキロさん5枚、ペコラが5枚、スイちゃん5枚、コボカナエルちゃん5枚、そして、UR のムメイが1枚という開封結果となりました。いやさ、これ、さっきカード整理してる時と、撮影してる時とでね、2回ね、こう落ち着くタイミングがあったんで、かなり落ち着いて話をしようかなって思ったんですけど、いやー、このカードゲームマジできついわ。1枚か。1枚。で、この推しホロメンカードの被り具合も、多分もしかしたらマスターでコントロールされてる可能性があって、55555じゃないですか。カナタとムメイの枚数だけ、この UR のムメイがあるから、SR のムメイが4枚になって、これ足したら5枚なんですよね。だから、この辺もしかしたらワンマスターできっちりコントロールされてて、UR が出たホロメンだけ枚数が少なくなるとか、そういう法則性もあるかもしれません。そのぐらいね、あまりにもね、きっちりね、カードが出すぎなんですよね。いや、マスターカード用意したからさ、シークレットとかね、枚数がきっちり出るかなって思ってたんですけど、甘かったですね。はい。というわけで、ここまで動画を見ていただきありがとうございました。今回は新発売のホロライブオフィシャルカードゲームブルーミングレディアンスを1カートンではなく、1マスター4カートン、40ボックス、480パック開封して、封入率を検証する動画でございました。まあ、開封結果としては個人的に満足いくような内容ではなかったんですけれども、この開封結果が貴重な資料としてね、皆様のこれからの開封に役立つことをね、特に祈っております。いつまでも買えると思うな推しの UR。見かけたら一期一会、もう買える時に買っとかないと買えないかもしれません。というわけで、この動画が面白かったな、役に立ったなって方はぜひともチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。また、実際に開封してね、いや、1カートン開けたけど2枚出ましたよ。1カートン開けたけど、もう2枚出ましたよとか、私が引いてないサインカード、全然引けますよとか、封入率多分こうなんじゃないかなみたいな意見がありましたら、ぜひとも共有よろしくお願いします。ちょっと今回は、抜かりました。まさかこんな出ないとはね。皆様の開封結果報告をお待ちしております。それではまた次の開封動画でお会いいたしましょう。皆様、さよなら、さよなら、さよなら。おまけのコーナー、スタートデッキを1カートン開封してみた。開封結果は、何これ。